ブロパタ TV へようこそ。今回は前回に引き続き麦町手羽島でのブロンプトンポタリングの様子をお届けします。お、この白い建物は何だろう。診療所。昔の診療所ですね。今もやってんのかな。あ、ここは島のお宮さんがありますね。あ、そこの診療所ってね、今もやったんですか？やってます。あ、そうなんですね。週に2回ぐらい。へえ。あ、なるほど。島の診療所、今も現役のようですね。本当ですよね。まさに離島のね。さあ、ちょっとここから島の小道を入っていきます。細い道なんで絵になると思いますね、ちょっとじゃあ行ってみましょう。あ、いい雰囲気ですね。軽いギアが活躍するね。そうですね。全然もうスピード出さずにのんびり行くのにちょうどいい。現代になる店。ああ、なるほどね。そこが引き戸みたいになってるんですね。縁側ができる。これが支えになってで、ああ、なるほどね。ここって充電圏の場所ですか？そうですね。あ、この辺エリア一帯ですか？エリア1回です。どういう充電圏なんですか？どういうどないだろう。昔ながらのこう港町の風情とかそうですね。もともとの漁村集落の町並みに近いですかね、うち。ああ、なるほどなるほど。伊根町の次ぐらいかな、漁村集落の充電圏。まあ、さっきのこういうね建物と特徴的なこれが漁村ならではのっていうことなんですね。あとはこういうふうな淡いですね。淡い。まあ普通の人からするとまあ道とは思わんけど、ああ、小道ですね、こういう。田舎の人からするとこれ淡いって言って通り抜けるための道として昔から馴染まれてますね。なるほどね。この手羽以外にも町麦の町日和佐にもありますよね。日和佐にもあります、はいはいはい。多分県南ってこういう風な道の漁師さんが港から来てとかなるほどそんな感じね。のが文化的な港町の風情が重要的そうですそうです。これがまあ淡いい。って言われる部分の路地ですね。なるほど。面白いですね。ありがとうございます。淡いで撮影中。あとこういう細い路地の写真をこう上げとくとこういう細い路地を淡えと言います。こういう路地がいい雰囲気ですね。青島あん。お、なんでしょうね。アート展した。ここはじゃあアートスペースなわけですか？そうですね。今までアートスペースでお借りしてくれよと貸していただきよったところと思いますね。昔の展示をしとったところがある。あ、なるほどなるほど。これも今見れるわけですね。お、船の模型がありますね。青島。建物そのものがすごくアートですね。比較的15分やけんから行きやすいからもう天気が少々でもね、台風の時以外は出せる。あ、こんなところに鹿が、鹿の骨があります。
人型の意味が強かったのがありますけど、東大も今ちょっと崩れてここは通行止めあ、なんでそういうことなの。東大自身は真ん中の学校の方から取った東大の方に行きますね。これはこの島では一番古い建物、どれ？江戸時代の建物。手前の黒いやつですか？このまんまにあるやつね。おー一番島で古い建物。へえ。これ？これ、島の文化が残ってますね。一番江戸時代。おお、有名な。どうもこんにちは。これ全部鳩のようにこう並んでおくとちょっと雰囲気。折りたたんでフェリーに乗っけてね、島までやってきました。ほんじゃまたまた。2週間ぶり。はいはいはい。昔ながらのミシン。注文生産。どうもありがとうございます。すみません、突然。なんかブロンプトンに合うカバンもあってもいいかもしれないですね。そうですよね。すごい素敵です。ね、はおしゃれなカバンとコラボということで。じゃあどうもありがとうございました。お、ここが噂の井戸ですか。大うなぎが住んでるという。大崎は後ろのこう谷川のところですよね。湧き水ですかこれ。谷水。谷水。谷の水がここにマスに溜まるような感じかな。ここじゃあれ島の方々も生活用水で使ってらっしゃる。当時はね、今はもう今は使ってないですね。水道管系んですけど、当時はここで水を汲んで各家庭に持って行ってっていうような。昔の井戸なんですね。島でちょこちょここちらさっきから見かけてるこの手押し車は一体何なんですか。名前から言うと、まあ地域の人は猫車って言います。猫車。猫車。言われはちょっと誰もわからんのですけど。猫かわいいですね。これが唯一島にある自動車。自動車。手押しの自動車車です。これじゃあ荷物をずっと港の方から運んだりとか。港から荷物を乗せて各家に持っていくのに使う。でもしかしたら家庭用品以外にも例えばハエ縄漁の縄であったり、漁師が使う漁具。ああ。これもあれですね。4輪タイプ。タイプと2輪タイプ。あ、いろんなタイプがあるんですね。これもまあ港町ならではの。そういう道具なんですね。やるんで、港町にしか
か今見かける。現代の猫車がやってきた。へえ。麦の方でもあんまり多はないですね。使う。ああ、なるほどね。見かける。はいはいはい。なるほどね。面白いですね、この木の猫車。昔からこれも伝統文化の一つですね、本当に。面白い。なんとなくブロンプトン並べてみたけど、結構映える。これは手羽島アート展の時の作品だそうです。早くなってますね。こんにちは。物がちっちゃいもん、手提げカバンぐらいのサイズ以外のもんもあるでしょ。で多分この家に合わせてこれぐらいのサイズが多分荷物運ぶんじゃないかと。これをどこ作って作るなんで。いや、多分もう島の人は自分で作るのか、島の器用な人が作る。器用な人が。猫車製造工房。堤防の方にちょっと変えていきますか。あ、そっちの方行けるんですか。見えるかな、この高さで座って見が見えるかちょっとわからない。ちょっとじゃあそっちの秘密の道行きましょうか。さあ、とっておきのコースがこちら。いいっすね、ここ。おお、ポタリング専用のスペシャルコースが。後ろに。お、そっちの方行くんだ。
さあ港に帰ってきました。麦港に帰ってきました。こんにちは。日本にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもブロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。